農地で汗だくで雑草と格闘する若き農夫。雑草怪物かよ、と心の中でぼやく。このままじゃ作物が全滅する。その横ではプロジェクトマネージャーがノート片手に静かに立っていた。表情一つ変えずにこう聞いた。で、その出走コストと KPI 考慮してるの？その時、教授は帽子をかぶっていた。かっこいいロングブーツを履いていた。優雅に農地へと足を踏み入れた。笑いながらこう言った。皆さん、今日は雑草基礎認知講座から始めましょう。というのも、あなたたちの雑草への誤解は、その根よりも簡素だからね。教授は地面に太陽と雑草の絵を描きながら、雑草はまるで天然のソーラーパネルだと説明した。雑草は、地表の光、熱、乾燥、磁度の調節に役立ちます。太陽が強く照りつけるとき、雑草が地表を自然に覆ってくれるのです。底表の温度を下げる効果もあります。その時、農夫が驚いて叫んだ。水も肥料も大奪うだけだと思ってたのに。教授はあっさりと若い農夫に答えた。奪われてるのではなく、栽培密度の設計ミスだよ。顕微鏡の視点では、雑草の根が微生物たちと一緒に待っているのが見える。教授は、雑草の根が土壌の多項性を高めると語った。それによって微生物が活性化されるのです。教授は土壌断面図を指しながら言った。個層、液層基層の三層バランス。これが効率的な工作の前提となる比率です。その後、教授はアナリストに向かってこう言った。KPI の追跡データはどこで取るのか。まずは雑草の育ち具合から記録すればいいんだよ。次に出表が日々割れたさもない農地が映し出される。教授は冷静に言った。雑草を完全に排除するとこうなるんだ。次に雑草のある農地の様子が映る。そこでは土壌が湿っていて有機物も豊富だった。若い農夫が驚いていった。まるでっちに干しパックをしてるみたいだ。教授はうなずいて言った。その通り。それが地表覆土効果だ。カスや棚の被害を防ぐだけでなく、生物多様性の促進にもてつながる。その時、アナリストがホワイトボードにこう書いた雑草管理戦略 B1.0。適度な残し方、エリアごとの制御、多様な輪作を取り入れる。若い農夫は、心の中で考えた雑草日誌をつけて、効果を記録してみようかな。そんな農夫の様子を見て、教授が声をかけた。雑草を完全に排除するよりも、賢く矯正する方がいい。これがスマート農業の第一課だ。西洋が沈む頃、三人は田んぼの端に並んで立っていた。雑草はまだそこにあった。だが今はもう敵ではなかった。